普段会社で働いているときに上司、同僚、部下の方々とお話しすることも多いと思います。会話の中でなんとなくうまくいかないな、思ったように伝わらないなというふうに職場でのコミュニケーションに悩んだことはありませんか？そのような悩みは心理学の考え方を用いることで改善できる可能性があります。今回の動画では、明るく冗談好きだが、死語が多い、うたた寝が多いなど、勤務態度が悪い部下への対応について具体的に考えていきます。過去動画で心理学の一分野である交流分析で用いられるエゴグラムという性格診断法をご紹介しました。大まかに言うと、人は誰でも父親のような厳格さ、母親のような優しさ、大人の冷静さ、従順な子供、自由奔放な子供といった5つのキャラクターを使い分けているといった内容です。今回の動画はこの過去動画の内容を踏まえた内容となっていますので、まだご覧でない方はぜひご覧ください。なお、この動画は交流分析の考えを参考に、個人的な理解も交えながら作成しています。興味を持たれた方は、専門の書籍等もご参照いただければと思います。早速ですが、明るく冗談好きだが、勤務態度が悪い部下との会話例を挙げます。このような部下から、業務中にもかかわらず、ちょっと聞いてくださいよ、と、プライベートな話をしてきたり、いやー、今日は調子出ないんですよ。まあ、なんとかなるっしょ。といったことを言われた人もいるかもしれません。このようなことを言われて、もうちょっと真面目に仕事をしようよ、と心配になったことがある方もいるのではないでしょうか。このような部下の発言は、部下の中の FC、つまり自由奔放な子供の部分から発せられます。どこに向かっているかというと、相手の FC、つまり同じく自由奔放な子供の部分に対して発しています。例えば、このような部下と一緒に仕事をしていて、業務中にもかかわらず、ちょっと聞いてくださいよ、とプライベートな話をしてきた際に、乗っかるような形で、どうしたのと答えたとします。しかし、そのようなことが続くと部下が増長し、何度も仕事中に関係ない話をしてくる可能性があります。そのようにならないためにはどうすればいいでしょうか。例えば、ちょっといいですかと個室に呼び出し、どうして呼び出されたかわかりますかと大人の冷静さを持つ A の部分から声をかけてみましょう。そして、たびたび注意してますが、あなたのおしゃべりで周りの集中力が切れて迷惑してるんですよ。どうしてもやめれませんかといったことを冷静に伝えます。すると部下も同じく大人の冷静さを持つ A の部分から、すいませんでした。以後気をつけます。といったように謝ってくる可能性が高まります。このように部下の大人の部分を引き出し、冷静な現状分析を促すことが大事です。注意点としましては、例えば、何度言えばわかるんだといったように怒ってしまうと、部下の反感を買うか萎縮させてしまうといった結果になりやすいです。このような言葉は、父親の厳格さを持つ CP の部分から発せられます。このように感情的になって怒ってしまうと、部下との間に距離ができてしまい、今後のコミュニケーションに支障をきたしてしまう可能性があります。まとめです。この動画では、明るく冗談好きだが、勤務態度が悪い部下の方に対する対応例を見てきました。心理学のエゴグラムの考え方を用いることで、それぞれの対話を構造的に見ることができました。具体的には、大人の冷静さを持つ A の心を使い、こちらから主体的な態度で対応し、自分を客観的に見るための冷静な現状分析を促すことが大事であることを見てきました。
他人から見たら良くないと思うことでも、なかなか自分では気づきにくいものです。自分の行いが周りから見てどう見えているのか、時にはフィードバックを行い、自分で気づきを得られるようにしてあげましょう。このような部下は職場でムードメーカーになれる可能性が大きいと思います。周りから信頼される明るいムードメーカーとして貢献してもらうことを目指し、指導を続けていきましょう。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。